1945年8月6日、広島に一発の原子爆弾が落とされました。3日後の8月9日、今度は長崎に原子爆弾が落とされました。それでは、もし今世界にある核兵器がすべて使われたとしたらどうなるでしょうか。私はずっと長崎で生まれ育って学校で平和教育を受けてきたんですよね、毎年。例えば原爆資料館に行ったりとか、あと被爆者の方のお話聞いたりとか、そういう感じで原爆とか平和について学んできたんですけど、全然興味なかったんですよね。平和がいいとか戦争がダメとかそういうことを習うんですけど、なんでそうなのかっていうのを考える機会がなかったように感じて、ただただ毎年の恒例行事みたいにさらって流れていくような平和学習だったなっていうような。だけど大学に入って初めて核問題専門的に学んで、そこから平和活動をやるようになったりして、大学卒業した後も活動したいなとずっと思ってたんです。それでは皆さん、目を開けてください。はい、結構長く続いたんじゃないかなと思います。で、今の音を聞いてどれほど世界に核兵器があるかなって思いますか？長崎平和宣言、原爆を救う人々がしばし手を休め、目を閉じたまえ。昭和20年8月9日。前の列座られてたと思うんですけど、はい、そうですね。長崎市の方からご招待いただいて、今年はその平和宣言の起草委員会の委員として、で私が被爆体験を語り継ぐその伝承の語り部やってるんですけど、その関係でお呼びいただきました。結構その被爆者の方が年齢高齢化していったりとか、病気とかお亡くなりになって話せないということは、この被爆もうすぐ80年になってそういう問題出てきて、そうじゃなくて被爆者が亡き後でも語り継げるようにということで語り部の育成が10年ほど前から始まってますね。ちなみにおいくつぐらいのから平和活動をされてるんですか？そうですね、平和活動自体はその大学生の頃からなんですけど、語り部を始めたのが今から大体6、7年前ですかね。20代半ばの頃から始めました。今おいくつでしたっけ？今31になりました。普段はどうされてるんですか？普段は別で平和とは全然関係のない仕事をしてるんですけど、その仕事と両立しながら語り部活動をやってます。ここまでしてこの活動をしてらっしゃる理由ってあるんですか？そうですね、私が結構平和活動をずっと大学生の頃から社会人になってもやりたいなと思ってたことが一つと、それから受け継いでいる被爆者の方が出会ってから3ヶ月後にお亡くなりになったので、その被爆者の意思とか思いを受け継ぐにはもう私は活動しないとっていうその使命感とかやる気ですね。そこが一番のモチベーションになってます。ちなみに今日はお仕事どうされてるんですか？今日仕事はこれから行きます。おはようございます。これから長野県の南木曽町というところに行って、南木曽にある蘇南高校というところで講話をします。修学旅行の事前学習ですね。はい、今回5回目なんですよね。5年連続でまたお呼びいただいたんですけど、初めての時みたいに緊張してます。行くじゃないですか。はいはい。それに対しての報酬は一応あるんでしたっけ？一応ありますね。おいくらでしたっけ？4000円。それに対して国からお金が出てるから、で学校さんはその手出しはない。
からこう負担なく呼べるからすごい助かってはおられるようです。例えばこうお金を学校が出す前提でやるとしたら、多分もう予算を通すところからスタートしなきゃいけないから、なんか私一人でどうにかできるようなことでもなくて、そこがなんかその平和活動、この語り部の活動を仕事にしていく、稼いでいくっていうところの難しさを感じてますね。さあ行きましょう。こんにちは、カビラです。はじめまして。8月9日の朝、おばあちゃんはいつも通り家の近くにある井戸で洗濯をしていました。私は何をするともなくおばあちゃんの周りをうろうろしていました。その時、ふと空を見上げたおばあちゃんが、鉄器の飛び寄るけん家ん中入らんねと言いました。 B29 を見つけたのです。私は慌てて家に入り、おばあちゃんも洗濯物を持って家に入ったその時、原爆が炸裂し、外がオレンジ色に明るくなりました。実際私が受け継いでいる吉田勲さんという方の継承することに決まったって時からカウントして2回話を聞いてます。たった2回です。最初がもう被爆体験のことがメインだったんですよね。で2回目が結構世界の核問題についてのお話ししてくださいました。で3回目の約束をしたんですよ。じゃあ次3回目は自分が生まれた家やその周りを案内するからね、でフィールドワークをしようねっていうことで、もう日時も取り付けて次のお会いする日を楽しみにしてたんですけど、その間に勲さんが亡くなりましたっていう訃報が入ったですね。だからお亡くなりになったっていうことは私が語り継いでいかないと、その人の存在がなんかこの世から消えてしまうということにもなるから、例えば仕事が忙しいですとか、ちょっと家庭の事情で活動をやめますってなったら、被爆者の方にも失礼だし、ずっと悲しむと思うんですよね。だからこそなんか単発でやるとか短期間だけやるんじゃなくて、長期間もう何十年にわたってできるような仕組みがあった方がいいと思うし、そういうふうにずっと続けていきたいっていう人の存在は絶対いると思うから、だから若い人たちとか結構ご年配な方だけじゃなくて、割と全ての層の人がいた方がいいなと思いますね。広島が世界最初の被爆地であると。それはもう歴史上絶対変えることはできないけど、長崎を最後の被爆地にするにはものすごく努力がいるんだっていうことですね。で3つ目の被爆地を作ってはならないっていう思いでいろんな被爆者の方が体験を語り継いでくださっているので、この長崎を最後の被爆地っていうのはすごく大切な合言葉になってますね。そういう面で言えば、長崎を最後の被爆地にしようということも訴え続けている。自分たちと同じような辛い思い、悲しい思い、痛い思いをさせないためにもということが大事かなと。